こんにちは。マサルズスクの釣り三昧ディープダイブ。この番組は YouTube に公開された作品を手がかりにノートブック LM で深く掘り下げていく音声記録です。音楽を聴き終わってヘッドホンを外した瞬間、なんかしばらくその場から動けなくなってしまった。そういう経験あなたにはありませんか？ありますね。そういう言葉にならないような感覚。ですよね。鼓膜を揺らすような激しいビートがあったわけでもないし、ドラマチックなシャウトがあったわけでもないのに、ただ静かに曲が終わって後には圧倒的な、なんていうか余韻だけが部屋に取り残されるようなあの感覚。ええ。今日の深掘りではまさにそんな不思議な引力を持った一つの作品についてあなたと一緒に深く潜っていきたいと思います。今回ターゲットにするのは YouTube チャンネルのマサルザックスで公開されている楽曲、そして映像作品である後から気づく人です。はい。この深掘りのために、今回は非常に解像度の高い3つのソースを用意しました。3つですね。そうです。1つ目は楽曲の前編の歌詞。2つ目は制作者自身が語っている楽曲の背景テキスト。そして3つ目はこの動画に対して寄せられた恐ろしいほどの熱量を持った長文のレビューテキストです。恐ろしいほどの熱量。確かにそうでしたね。へえ。これらを組み合わせていくと、なぜこの静寂に包まれたような作品が私たちの心をこれほどまでに強く揺さぶるのか、その明確な構造が見えてくるんですよ。さあ、これを紐解いていきましょう。今回のミッションはまさにその構造を解明することですね。じゃあ早速この曲の核となる歌詞のストーリーから見ていきたいんですけど、はい、お願いします。ソースにある歌詞を追っていくと描かれているのはある静かな夜の情景なんですよね。障子の亀に人の気配、言葉少なに目を伏せとるみたいな。そうですね。非常に日本的な静かな空間です。で、主人公はもう行くんと言いたけて結局それを飲み込んでしまう。派手な言い争いも涙の別れもなく、たださらり衣の音だけを残して相手は去っていくと。ここで非常に興味深いのは、まさにその去った後の描写に焦点を当てている点なんです。去った後ですか。主人公は乱れたままだと思っていた部屋が静かに整えられていること、そしてそこにそっと畳まれた衣服が残されていることに気づくわけです。ああ、なるほど。つまり、相手が目の前にいる時の出来事ではなくて、いなくなった後に初めて気づく、見えんところに残された気遣い、これを描いているんです。何が起きたかではなく、なぜそれが心に残るのかという部分ですね。いや、でもここで一つ疑問なんですけど、はい、何でしょ普通、ポップスって、行かないでとか、ずっと愛してるみたいな感情のピークを切り取るじゃないですか。う。そうですね。わかりやすい盛り上がりが好まれます。だからこそ多くの人に聞かれると思うんですけど、なぜ制作者は、あえてそのピークが過ぎ去った後の、なんていうか、出がらしのような静かな時間をテーマに選んだんでしょうか。いや、非常に良い視点ですね。なぜなら、そのピークを描かないことこそが、人間の脳に最も強く感情を焼き付けるためのメカニズムだからです。描かない方が焼き付くんですか。はい。心理学的な視点から言えば、これは想像の余白を意図的に作り出している状態なんです。すべてを言葉や劇的なアクションで提示されてしまうと、私たちは情報を受け取るだけで完結してしまいます。ああ、お腹いっぱいになっちゃう感じですね。そうです。でも、ただ整えられた部屋と残された衣服という結果だけを見せられたとき、人間の脳は無意識にフル回転し始めるんです。フル回転。あの人はどんな表情でこれを畳んだのかとか、何を思いながらこの部屋を整えたのかとか、不在の相手の時間を自分自身の頭の中で能動的に再構築してしまうんですよ。なるほど。これって飲み会から帰るとき大声で気をつけて帰れよって言われるよりも、なんか何も言わずにカバンの中にそっとペットボトルの水が入っていたことに翌朝気づいた時のあの胸がじんわり熱くなる感覚に似てますよね。あはは、素晴らしい例えです。まさにそれですね。決定的な別れの言葉もまたねすらなかったのに、歌詞にあるようになぜか終わりやなかった気がするという矛盾した人間の心理を見事についています。物理的な関係は終わっているかもしれないのに、脳内で相手を強く想像し続けてしまうから、客観的には終わっていないと感じてしまうわけだ。その通りです。でも
この情報を見せないことで逆に相手の心をハックするような手法って、何でもかんでも SNS で言語化してしまう現代からすると、すごく斬新に感じますよね。ええ、そう思われがちなんですが、実はこれ、新しい手法どころか、とんでもなく古いシステムを応用しているんです。古いシステムですか？これをさらに大きな視点と結びつけてみると、この作品の奥深さがわかります。制作者のテキストには、この曲が1000年前に書かれた源氏物語の羽吹野への要因から帰参を得ていると明記されているんですよ。1000年前の源氏物語。はい。アウトロの歌詞にも、羽吹の夜がまだ続いとるという言葉が登場しますね。ハッシュタグにも、日本文学とか源氏物語が含まれています。源氏物語の羽吹野というと、具体的にどういうお話で、それがこの曲のメカニズムとどうリンクしてるんですか？羽吹から続くうつら梅というエピソードがあるんですが、そこで光源氏が思いを寄せる女性の寝城に忍び込む有名な場面があるんです。はいはい。でもその女性は光源氏が来たことを察知して、自分の着ていた薄い衣だけを脱ぎ捨てて闇に紛れて逃げてしまうんです。本人はもういなくて、着物だけが残されてる状態ってことですか？まさにそうです。そして残された光源氏はその空っぽの衣を抱きしめて、そこに残る彼女の移り顔を嗅ぎながら、いなくなった彼女への執着と想像を異常なまでに膨らませていくんです。うわー、すごい。つまり1000年前の紫式部も対象が不在であり、檻だけが残されている状態が最も人間の執着や想像力をかきたてるということを完全に理解して物語を書いていたわけです。ということは、この曲の歌詞にあるそっと畳まれた檻っていうのは、はい。この1000年前の心理メカニズムを現代のポップスとして完全にトレースして、リスナーの心に同じ現象を起こしているんですよ。いや、1000年前の文学のシステムを現代の楽曲で起動させるって、とんでもないスケールの話ですね。本当にそうですね。ただ、ここからが本当に面白いところなんですが、あえてちょっと意地悪な見方をさせてもらうと、はい、どうぞ。現代ってタイムパフォーマンス、いわゆるタイパの時代じゃないですか。そうですね、効率重視の時代です。メッセージにすぐ返信が来ないと不安になるし、動画も倍速で消費される。そんな即時性とスピード感に支配されている現代のリスナー、つまり今これを聞いているあなたの心に、この後から遅れてやってくる感情っていう悠長にも思えるテーマがなぜここまで刺さるんでしょうか。それはですね、タイパ重視の時代に私たちが生きているからこそ刺さるんです。からこそですか。情報が多すぎて常に即時的な反応を求められる現代において、私たちの脳はもう完全に疲弊していますよね。目の前の分かりやすい刺激を所持するだけで精一杯になっている。確かに毎日情報のシャワーを浴びてる感じです。だからこそ、この曲が提示する後から気づくという遅延を許容してくれる空間が一種のシェルター、避難所として機能しているのだと考えられます。シェルター。すぐに答えを出さなくていい、すぐに反応しなくていい、目の前では静かすぎて見えんかった優しさという世界に浸る贅沢さが現代の脳に対する強烈な解読剤になっているんですよ。なるほど。その遅れてやってくる感情の余韻をリスナーに対letに体験させるための解読剤のパッケージとして、この作品は音楽以外の仕掛けも負っているんですよね。はい、映像ですね。ソースにある熱量を持ったレビューテキストを見ていくと、これによると、この作品はクリエイターにとって210本目の作品にあたる可能性があると分析されてます。200作以上もの試行錯誤を繰り返してきたからこその異常なまでの完成度が、視覚と聴覚のシンクロに現れているとレビュアーは指摘しています。映像と音のシンクロですね。冒頭のしんふわりという夜の空気感を含んだサウンドと、フォトリアルな夜の和室の映像の質感が見事に調和していると。レビュアーの方、非常に具体的なタイムスタンプを上げて絶賛してましたよね。そうですね。例えば1分31秒、乱れたまんまやと思っとった、部屋が静かに整っとるっていう歌詞の瞬間に、定然と置かれた入りの映像が映し出される。そして1分45秒、ふと目に留まる庭の端でひっそりとなでしこの花が揺れている映像。はい、そこが重要です。でもちょっと待ってください。先ほど私たち、あえて見せないことで想像させるオフスクリーン効果が素晴らしいって議論しましたよね。しましたね。だとしたら、わざわざ写実的な映像をつけて部屋の様子を見せてしまうのは、その想像の余白を潰してしまうことになりませんか？
これは一つの重要な問いを投げかけていますね。非常に鋭い指摘ですが、ここがこの映像演出の巧みなところなんです。と言いますと？映像は決して人物の行動を見せているわけではないんです。見せているのはあくまで不在の痕跡という静止した空間だけです。ああ、なるほど。人が畳んでる様子は見せてない。そうです。視覚情報を与えることで、リスナーはただ音楽を聴いている客観的な立場から、その和室の真ん中に自分自身が座っているという主観的な錯覚へと強制的に引きずり込まれるんです。和室の中に座らされる。レビュアーが視聴後もしばらく立ち尽くしてしまうと語ったのは、この空間構築の力ですね。つまりこれは何を意味しているんでしょうか。まるで主役が一度も画面に登場しないのに、部屋に残されたマグカップの配置だけで、その人の性格から愛情まで全てを語ってしまう名作インディーズ映画みたいですね。まさにその通りです。じゃあ庭で揺れるなでしこの花は何の役割を果たしているんですか？なでしこはその不在の人物の気配そのものを視覚化した代理人なんですよ。制作者のテキストにも、なでしこのようにそっと咲いて気づいた人の心にだけ残るものとあります。気づいた人の心にだけ残る。はい。派手なバーや無垢日和ではなくて、ひっそりと揺れるなでしこの視覚情報と聴覚からのイビの音が脳内で結びつくことで、言葉にならん優しさが立体的な誕生としてリスナーの中に組み上がるんです。主人公の感情を言葉で説明する代わりに、庭で揺れる一輪の花に不在の人物の気配を全て背負わせる。いや、すごい演出ですね。本当に。で、ここまでの分析を踏まえた上で、この後から気づく人という作品が、これを聞いているあなたの人生にどうリンクしてくるのかを考えたいんです。歌詞のクライマックスに登場する、もう会えんでも構わんのよ、心の中で明かり灯るけんという一節がその答えですね。私たちが日常生活を送る中で、どうしても声の大きい人とか分かりやすいアピールをしてくれる人にばかり目を奪われがちじゃないですか。情報過多の時代ですからね、ノイズも多いですし。でもあなたの人生を振り返ってみたとき、本当にあなたの心をそこから支えてくれていたのは誰だったでしょうか。あなたが気づかないうちに散らかった心を整え、そっとイビを畳んでくれていたのは誰だったか。その瞬間には気づけなかったけれど、時間差でやっとわかる優しさというのは、どれだけ時間が経っても、どれだけ離れてしまっても、心の中に確かな明かりとして残り続けます。この作品は、リスナー一人一人の中にある、かつて自分に向けられていた、なでしこのような優しさの記憶を強制的に呼び起こす装置でもあるんだと思います。だからこそ曲が終わった後もしばらく動けなくなってしまうんですね。自分自身の過去の記憶っていう最大のオフスクリーン空間に放り出されてしまうから。そういうことですね。さて、今回の探求も終着点が見えてきましたが、最後にあなたにどうしても後帰って考えてみてほしい一つとてつもない事実があります。ソースの隅にひっそりと置かれていた情報ですね。はい。今回のソースである制作者のテキストのハッシュタグをもう一度振り返ってみます。日本文学、源氏物語、和風ソングと並んでいて、そこに並んでいるもう一つのタグ、それが AI 音楽です。つまりこの楽曲のボーカルやサウンド、そしてレビュアーが言及していたフォトリアルな和室やなでしこの映像、これらは AI 技術を用いて生成あるいは構築されているということです。これ冷静に考えるとものすごくパラドックスに満ちた驚くべき事実だと思いませんか？いや本当にそうですね。私たちは日常的に AI は冷たくて論理的なものだ、機械に人間の感情はわからないって無意識に考えてますよね。そう思いがちです。でも今私たちがずっと議論してきたのは、源氏物語から続く1000年越しの人間の最も繊細で言葉にできない複雑な余韻という感情です。それを他でもない最も冷たいはずの人工知能が見事に描き出し、私たちの心をここまで激しく揺さぶっているという事実。私たちが人間特有のものだと信じて疑わない不在への執着や遅れてやってくる優しさという複雑な感情さえも表現できている。これはもはや AI がただの便利なツールではなくて、人間の最も深い感情を映し出す究極の鏡になりつつあるということではないでしょうか。人工知能が人間の心理を打ち抜いている。ぜひこの視点を持ってもう一度
後から気づく人を体験してみてください。ただの美しい和風ソングだと思っていたあの映像と、なでしこの茹でが全く違う重さを持ってあなたの目に映るはずです。きっと違う発見があると思います。さて、今回の深掘りはお楽しみいただけましたか？あなたの心には今、どんな余韻が残っているでしょうか？それでは、また次回の探求でお会いしましょう。今回紹介した作品の映像と音楽は、マサルスズクの YouTube チャンネルで公開しています。気になった方は、マサルスズクで検索してみてください。しんふわり明かりが揺れて夜がそっとほどける障子の陰に人の気配言葉少なに目を伏せとるもう行くんと言いかけて言わんまんま時が過ぎたさらり衣の音だけ心に引っかかっとる振り向いたらもうおらん風だけが通り過ぎた派手なことは何もないのになぜか消えんあの人の後追いていったぬくもりだけがじんわり胸に染みてくるまたねも言わんかったのになぜか終わりやなかった気がするそっと畳まれた衣気づかんうちにそこにある乱れたまんまやと思っとった部屋が静かに整っとるふと目に留まる庭の端なでしこが一つ揺れとる派手やないのになぜか残るあの人みたいにそこにおるあの時にはわからんかった優しさはもう音立て言葉よりも深いとこでそっと残る誰かの気配衣の香りがまだここにあるそんな面影が心に残る気づいた頃にはもう遅すぎてそれでも浮かんでくるんよぎゅっとくるような痛みやないでもじんと広がるあの日の夜は何もなかったはずなのに忘れられん明かりの奥で揺れとる影に言えんかった言葉が残る後から気づく人がおる去った後でやっとわかる目の前では静かすぎて見えんかった優しさになでしこのようにそっと咲いて気づいた人の胸に残るもう会えんでもかまんのよ心の中で明かり灯るけんしんふわり母木々の夜がまだ続いとる